はい、お疲れ様です。虹玉の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回話すのは、技術アップするために絶対的に必要なことについてね、話をしていきます。これ見てる人の中でもいるかもしれないんだけれども、長年ね、教室に通ってるけど、やっぱりなかなかリアルな作品が作れるようになれないとかさ、技術アップをしていけないとかね、あるいは我流でやっていて、本や動画で学んだりして、オンライン講座なんかを買って学ぶんだけども、理解はできるんだけれども、なかなか自分で作ることができないっていう人、そういう人ね、多いと思うのね。で、これなぜ起きてるかっていうと、これね、根本ね、やっぱりみんなのその意識がちょっとね、足りないところがあって、何が足りないかっていうと、やっぱりね、みんな追い求めてるものが、テクニックとか方法論なの。それを手に入れれば自分がうまくいくって、やっぱりどこかで思っちゃうね。それね、わかる気持ちはね。でも、そうではないんだよね。大事なのって、その教えに基づいてやってみたけど、これで合ってますかっていう、その答え合わせをする場面がめちゃくちゃ必要なの。で、これをしっかりとやる人とやらない人ではめちゃくちゃ成長のスピードが変わるわけね。で、これは、ね、実例を挙げて話をしていきます。今回ね、紹介する動画は実際に僕の虹玉添削を受けてくれて、ここから今日までの約1ヶ月半くらいなんだけど、どこまで成長したかっていうのをね、お見せするのでね、ぜひね、参考にしてください。どれだけ成長できるかっていうことのヒントがね、詰まってます。ぜひね、作家を目指してやりたいとか、本当にレベルアップをね、大きくしたいって思ってる人は、ぜひね、最後まで見て参考にしてください。はい、ではね、本編始まります。はい、それではここからね、実際の虹玉添削のね、このリアルなやり取り、これをね、お見せするので、今後ね、ちょっと利用してみようかなって思ってる人はね、参考にしてみたらいいんじゃないかなと思います。まずね、この虹玉チケットってこう LINE で送るじゃないですか。それと自動配信で僕の方からね、こうやって返事が届きます。で、この中に流れが書いてあって、で、チケット購入はこちらってこの URL が送られてくるので、これをね、押します。すると、この購入ページに飛ぶので、虹玉添削、これをね、押して購入手続きをしてください。はい、そうやってね、購入手続きをしていただけると、僕の方で確認してね、でそこからね、LINE でね、やり取りが始まります。はい、それじゃあね、ここから実際のね、やり取りの話をしていきます。こうやってね、作品の写真を送ってください。で、完成までいった人は、ベースの写真と植毛後の完成の写真をね、こうやっていろんな角度で送ってください。この時にね、いろいろ質問があると思うので、合わせてね、質問をしてください。今ちょっとね、これモザイクかけてるけど、質問内容はね、まぶたの肉付けがね、なかなかうまくいかないと。で、何回もやり直して、で、こういうやり方をやってみたけど、やっぱりうまくいかなくて、で、こういう風にやってみました。っていうような質問の内容だったりとかね。あと、目の角度がね、左右で、向いている方向が変わってしまうけど、これはなぜ起きるんでしょうかとか、どうやったらいいでしょうかとかっていう質問だとか、そういうふうにね、こう、それぞれ疑問があると思うのね、作ってる中でね。それをね、しっかりとね、こう、投げかけてください。で、それに対して僕の方で動画を作ってね、こうやって、URL を送ります。で、それをね、見てもらって、修正をしてもらう。勉強してもらうという形になります。で、今から見せるのが、1回目のアンサー動画なんだけど、だいたいね、10分ぐらいの動画で返してます。1回の動画を。だけど、さすがにちょっと全部見ると長くなっちゃうので、かなりね、カット、編集してるんだけども、実際にね、流した内容なので、ちょっとね、参考までに見てください。じゃあね、早速ね、添削の方に入っていくんだけども、その前にちょっとね、質問の方からやっていくかな。まずですね、まぶたの作り方。これね、全然そのやり方で OK ですよ。僕のね、三つ折りでね、かぶせてから目の上で固めていくっていうのは結構難しいので、最初にこう薄い板状にしてそれを貼り付けるっていうやり方で OK です。気をつけなきゃいけないのはこういう風にね浮いちゃうんですよ。板状でつけると作りやすいんだけれども、デメリットとしてこうやってね目とガラスの間、目玉とまぶたの間に隙間が空きやすくなります。で、最後耳の話ですね。耳のつける角度、本来こういう角度でつけたかったんですよね。こういう角度ね。だけど、どうしてもこっちに開いてしまったと。で、これはね、明確な原因があります。でね、こういった話をね、ちょっとしていこうと思います。まずはベースの話をしますよ。まず、耳の装着の角度に関係する話なんだけども、ここがね、足りないんです。ここの土台、肉盛りが足りないから、耳が横についちゃったんです。ここに肉盛りがしっかりあって耳の土台ができていると、耳がこういう風につけれるんですよね。しっかりと三角形で。だけどここに土台がないと耳をつけたくてもここがね足りないから
こうやってつけるしかないんですよ。だからこの角度になっちゃうんです。なので耳の土台をしっかり作りましょうって僕はこう言ってるんですね。目の上の厚みがねちょっとねありすぎるんですよね。で僕の方の作品を見てもらうと、まあざっくりとこういう形になってて、ここの上の厚みが違うんですよね。この辺のシルエット見てたらすごいちゃんと作り込んでるんですよ。形をよく理解してるなって思うんだけども、ここがねちょっと厚いので、ここの厚さをもう少しこの辺ぐらいまでここをね低くすることができたらかなり印象が変わります。目の端っこぐらいまで来てますよね。これだとねヒゲ袋大きすぎるんです。このねベースの時ぐらいがちょうどいいです。植毛した状態でヒゲ袋の位置がこれぐらいの大きさなら OK です。少し目にこうやってかぶるぐらい。植毛の時もねこの辺の毛はねもう少しね寝かせてあげた方がいいです。するとそんなに目が沈み込まずに大きく見えるので、特にまぶたこの辺のね形を作るときは注意して作ってみてください。大きくは4つです。耳の土台を作るんだよ、ベースの目の上の形はしっかりとへこめるんだよっていうところと、あとヒゲ袋が大きいからヒゲ袋もベースの段階でもう少し小さく作っておく。大変だけどちょっとね頑張ってね自分のねスキルアップにつながるからね、ぜひねちょっとね挑戦してみてください。はい、そんなとこです。はい、今みたいな感じでねアンサー動画を流すので、それを見てね実際になぜそれが起きているのかってその原因がわかるじゃない。でやっぱり頭の中で理解できるから、で次どうしなきゃいけないよっていうアドバイスをもらえてるんで、それに基づいてね修正をしてみるというところをねやってもらってます。で修正が終わったらまた修正後のねこの写真をねこうやって送ってきてもらいます。だいぶ変わってるよね、これもう見てわかるじゃないですか。この写真なんかが特にね分かりやすいんだけども、もう全然違うのが分かる。また同じようにね2回目もこの修正をしながらね疑問とか質問あるじゃない。でそういうのもね一緒に送ってください。それに対してまた僕がこうやって2回目のねアンサー動画を作って送ります。はい、お疲れ様です。ですね、すごいですね。修正力がものすごく高いです。目の修正がよくここまで綺麗にできたなって思いました。目の交換すごくリスクが高いので、目はやっぱりもうワンサイズ大きい方がしっくりきますね。鼻が潰れた三角形になったことで何が起きたかっていうと、ここです。鼻の下の長さが伸びちゃったんですね。上から見るとこの角度になってるじゃないですか。こういう風にある程度ぷくっとしたこの段差をしっかりと出してあげてほしいんです。毛のカットの仕方もここが高いんで、こういう風にどちらかというとこう丸い感じになってしまう。だけど猫らしいシルエットにするならこういう感じにした方が、でこの辺はね短い毛をこうやって入れてあげるとリアルな感じになるんで、そこまでねちょっとねぜひね修正をしてみてください。やりやすい、さらにやりやすいやり方があると思うから、そういう風にブラッシュアップしていってください。もうねとにかくね手を動かして数を作ってみてください。そしたらねめちゃくちゃすごいスピードで上手くなっていくと思います。はい、お疲れ様でした。本当にね上手くなると思います。頑張ってください。はい、そんな感じでね2回目の添削動画の中で、さらにねこういう風に修正した方がいいよっていうこととか、あとはね今後ねどうやってやっていったらいいよなんていうことをねお伝えしています。この添削を受けるっていうことのねこの重要性っていうのをやっぱりみんななかなかね分かってなくて、みんなねこのうまく作るための方法とかそればかりを求める、テクニックばかりを求める。で大事なのはそこじゃないんだよね。もちろんそれも大事なんだけど、それだけではうまくなっていかない。前どこかの動画で話したかもしれないけど、それが可能だったら学校の授業をね大勢で受けて、同じ授業を受けたら全員が100点取れなきゃおかしいの。でなぜそれができないのかって言ったら、みんなそれぞれ自分で解釈の仕方が違ったりね、その理解力に差があったりとかさ、いろんなことが違うわけ。ここに当たり前だって人それぞれなんだから。でその中で自分がこの成長していくために何が重要になるかっていうと、そのテクニックとかやり方とかマニュアル自体ではなくて、それよりもそれにのっとってやってみて、こういう風に解釈してこうやってみたけどこれで合ってるんですかっていうこの答え合わせをする場面が必要なの。これがあることで合っていれば自信が持てるようになって、間違っていれば何が間違っててどうしなきゃいけないのかっていうことが学べるわけだからさらに一歩進める、一段上に進める、そうやって成長していくわけね。だからこの
答え合わせ、添削っていうものがものすごく大事なの。で、だから僕のこの添削を受けなさいっていうことを言ってるんじゃなくてだよ。これね、結果を見てほしいの。これね、僕がこの添削をすごく重要視してるのは、これなの。今、これから先見せることなんだけど、もう一度ね、じゃあこういう風に修正してみてなんて言ってるから、こうやってね、できましたって送ってきてくれるの、最後。したらさ、またさ、さらにレベルの高いものになってるわけね。で、そして、一番最初の作品との比較写真も送ってきてくれたんだけど、ほら、全然違うじゃない。すごいの。で、僕が言いたいのは、こうやって一つの作品がうまくできるようになったよね。だからすごいよね。じゃなくて、違うの。こっから先の話なのね。何が言いたいかっていうと、成長のスピードがね、めちゃくちゃ変わるの。最初ね、この状態からのスタートだったのね。2ヶ月前、この状態だったんだよね。で、添削を受けることによって、いろんなね、自分の考えと違うこと、解釈と違うことで、分からなかったやり方が分かったりとか、いろんなものを吸収するわけじゃない。で、それによって、あとはね、行動に移せるか移せないかなんだけど、この受講してくれた方ね、めちゃくちゃね、作品を作ってるわけ。もうこれほんの一部ね。この他にも作品犬作ったりしてんだけど、たくさんね。自分が迷いながら作っていることなのか、それがある程度自信を持って進めるようになっているのかで、全く結果が変わるわけ。そしてね、こんなね、三毛猫作品まで作れるようになってる。すごいよ、これ。とにかく、答え合わせをすることによって成長のスピードってめちゃくちゃ変わるから、だから積極的にこういうのは受けた方がいいの。だからといって僕のこの西玉添削を受けなさいってそんな宣伝をしてるわけじゃない。違うの。自分が今習ってる先生でいいの。先生たちにしっかりと要点を絞って、先生に習った通りこういう風に解釈してこういう風に作ってみたんだけど、これで合ってますかって質問をそういう風にしなきゃダメなの。そうすると先生も答えやすいし、じゃなくて先生これどうですかだけじゃ、それはここもうちょっとこうしたらいいよぐらいの軽いアドバイスしかもらえないわけ。そうではなくて、自分はこういう風に解釈してこういう風にやってみたけど、こういう風な結果になってもっとうまくするためにはどうしたらいいですかっていうような質問の仕方をしなきゃいけないね。それによって得られる答えが変わってくるの。だからね、ぜひね、常に自分が作品を作る時っていうのは、いつも何かしら疑問に思いながら、これは合ってるのかな、これはどうしたらいいのかなって常に考えながらやってみる。そしてそれを機会があったら答え合わせをしてみるっていうことはとても重要なのね。そんな風にね、やってみてください。したらね、こんな感じでね、もう短期間で一気にね、レベルが上がります。はい。というわけでね、今回はね、リアルな虹玉添削のね、中身を見てもらったんだけども、でもね、こうやって答え合わせをすることによって、今まで自分が疑問に思っていたこと、それがしっかりと腹落ちできて、納得できて次に進めるじゃないっていう人が作品を作って練習していくっていうものと、なんだか自分は本当に合っているのかどうかわからないなっていう迷いの中で作品を作り続けてやっていく人のこの成長のさ、スピードが変わるのはもう目に見えてわかるでしょ。たった1ヶ月半でこんなに違う作品が作れるようになってるね。もちろんね、これは個人ごとのセンスだってあるから、必ずみんながこうなると限らないよ。今ここにある人はここに行くかもしれないし、まだここにいる人はここぐらいかもしれないし、この伸びる幅も小さいかもしれない。でも習うことによって自分の考えていることをやってきたこと、思っていることの答え合わせができるっていうのはものすごく大きな成果を生むから、もうぜひね、そういう風にやってほしいなって思います。で、何も虹玉添削を受けなさいなんて宣伝をしてるわけじゃなくて、さっきも言ったけども、自分の習ってる先生でいいの。機会がある時に、やっぱり話の要点をまとめて質問を投げかけてみる。すると、答え合わせをね、してくれるような回答がもらえる時が絶対にあるから。そしたらその中に必ずいっぱいヒントがあるから。で、その、せっかくもらったヒントを捨てるのも、自分のものにするのも本人次第。まあ、そんなところでね、とにかく、うまく作るための方法とかテクニック、そればかりを追い求めてもうまくならないよ。必ずどこかで答え合わせっていうものをやっていかないと、大きくね、成長していくのは難しいんだよっていう話でした。はい、そのところでね、今回の話は終わりたいと思います。まあ、今回のね、動画がためになるなって思った人はね、ぜひね、いいねボタン、そしてね、質問ある人はね、どんなことでもいいから質問ください。こうやってね、動画にしたりするので、ぜひね、質問バンバンください。あとね、チャンネル登録してない人はね、こんな話をどんどんしていくので、ぜひチャンネル登録してね、自分が作家を目指していったりね、あるいはね、技術アップのためにね、このチャンネルをね、活用してくれればと思います。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や
もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。